ルさんおならこいて逃げるってほんまめんどくさい人ですよもうええって、皆さんおはようございます。マッパーショートでございます。今日なんですけど、ついに電気の配線が、バスの中でスタートしますということで、これ結構大仕事ですよ。まあソーラーは全部つけ終わりまして、まあ電気の入ってくる口は作れたんですけど、まあサブバッテリーシステム作る前に、この電気をちょっと幕張っていうどこどこに線が来て、どこどこに線が来てっていうこの幕張を、この屋根のこのルーフが来る前とか壁が来る前にしとかないと、天井の外に電気の配線が来てしまうんで、先に配線だけしときたいなと思います。それ配線終わったらいろいろ骨組みとか立てていって、ついに内装のスタートという感じなんですけど、大丈夫ですか？ Yeah. はい。で、まあこんな感じで、僕たちの中でもう配線どこどこするっていうのが決まってます。こっちが AC ということで交流の家庭用の電気が使うところで、こっちは 12V、まあこのサニーさん 24V なんで 24V と 12V システムを作る配線どこどこに何々が来てっていう感じのやつをもうあらかじめに書いてますということで、今からこの書いたやつをマスキングテープでどこどこに何が来るっていうのを印つけて、そこから配線していきたいなと思います。大丈夫？めっちゃ多いですよ。多分 12V 直流 24V 12V システムだけで多分20ぐらいあるぞ、ルースさん。ルースさんやりたいことが多すぎるから。やばい。できました。ちょっと時間がかかりそう。そうですか。まあちょびちょびやっていきますか。12V マックスファンプラス、シガーソケットfor the rice cooker 12V DC コンセント 12V 24V 直流の DC システムのシール、貼り終わりました。まあここにライトが来てみたいな、ここに USB が来てみたいな感じで、まあ今回僕らはニスケダブルコードを使おうかなと思ってます。で、12V 24V システムの中で最大の電流が10アンペアなんで、まあこのニスケは 16.6 アンペアまで許容できる感じです。わかるルースさん？難しいね。もちろんわかる。うぜえやルースさん。いつもちょったやん。まあ、だいぶ余裕が、だいぶ僕らが使う電力より余裕があるサイズの、配線でございます。冷蔵庫お願いします。これ 100m の足りるこれ。The worst case is like we don't have enough, you know? Always happen. That case we wait forever. ただいまなんですけど、こんな感じでソファーエリアの配線が、まあとりあえずここまで終わりました。ここまでね。で、ここまで終わったんで、こんな感じでケーブルカバーを通していってる感じです。結構たくさんあります。あ、ルースさんちょっとハサミいるから、ちょっとハサミ取ってってくれへん？すいません、お願いします。ハサミ。Have a scissor. Oh my god, what is going on here? ごっつい長いの出ました、ルースさん。ひどい。ベリーやばい。めっちゃオッケー、やりましたか。I don't want to live in this bus with you. I don't want to live in this bus with you. You're going to be using that toilet all the time. Huge shit. No, that bathroom is for you, ルースさん。今なんですけど、なんとかこのパイプの中に線を入れたいなって頑張ってるんですけど、無理っぽいね。多分この辺で止まってしまうっていうことで、多分この辺に1本バーがあると思います。もうこれ以上何本やってもいかないです。難しいね。頑張りましょう、シャッター。シャッター、where's that very smart brain of yours? Let's think of a very nice, clever idea. もう僕たちの中に決まってます、レイアウト。ここにサブバッテリーシステムが来ます。だいたいこの辺りに来るんで、ここから電気が全部幕張でいかれる感じです。ということで、僕たちの中でだいたい
3種類か3種類コースを決めてます。まず1つはこっちのソファー側に行く配線。まず1つはこっちのここにキッチンができるんですけど、キッチン側に行く配線で、もう一つは天井に行く配線。この3つパターンがあって、でまず一つこっちがソファー側ね、ソファー側に行く全部配線をまとめてバーッとまとめて、でここで何個かもう使うやつがあるんで、 USB のチャージャーとかこの辺で使うんで、この3つはこの辺で出てます。でまだまだ先に行くやつはこのままコンティニューでこんな感じずーっと行って、でここでこういう感じになる計算です。僕たちはねこう上がっていって、ここ穴開けたんでここに入ります。でこっちは DC 線が入る予定で、こっちは AC 線が入る予定です。はい、こっから裏通ってきまして、ここ天井になるんで裏通ってきまして、こっから出てきます。ここも天井で隠れてます。ここも天井で隠れてます。ここも天井で隠れてます。でここで大きい壁ができる予定なんで、この内側を通って向こう側に行く感じです。ここでまた入る感じですかね、中に。でこの辺で電気製品が使える感じです。こんな感じでルースさんが一個一個どの線がどんな感じっていうのを、ここやったら例えば、ソファー、ベッド、USB ってことで、ソファーにベッドの USB のチャージャーがつく感じになります。はい、That's the hardest one. That's why I have blisters. マネさん、スモールはめっちゃ難しいのかな。マネさん見れる？おー、ケーブルパラダイスやばい。ケーブルパラダイス一番長いやつや。ルーさん当たりです。It's like you're lucky. It's the longest one. シャワーまで行ってください。シャワーまでお願いします。Never finish these jobs. No, actually, it's quite easy to do, but if you use this one, it takes time. ほんまです皆さん。このなんていうカバーがなかったらめっちゃ楽ですけど。多分めっちゃいいテクニックあります。なんかあれやろね。わからない。なんかあると思う。もしテクニック知ったら教えてください。でもこれ頑張ったらめちゃくちゃいいエレクチシティシステム。電気パラダイスですよ。めっちゃ快適ですよ。もしこれでケーブルがブローケン、No, you have to leave like this. Can you leave this? かもお願いしますよ。ルースさんどうも、もしバスでこの電気たっぷりあったら何したい？何使いたい？電気で何したい？ミキサー。一番いいものを、like、もし仕事をしたい、問題ありません。いつもめっちゃ気をつけないといけない。多分一番僕らで電気使うのはやっぱ多分パソコンやろね。どうも。見て、これ全部でこっちとこっち2つですよ。ダブルセット。わー、ごっつい量やわ。電気パラダイス。電気パラダイス。ということで、今 DC 12ボルト、24ボルトの配線の幕張終わったんですけど、次、家庭用 AC の幕張行きたいなと思います。僕らはそのインバーターもこれからつけるんで、その12ボルトから100ボルトに変わって100ボルトで使える商品も使いたいなと思います。例えば100ボルトといえば、ルースさんのヘアストレートナーとかミキサーとか、あとエアコンとか100ボルトで使えるやつをちょっと今から配線していきたいなと思います。基本 2mm ニシンでいきたいなと思うんですけど、 VVF ケーブル 2mm ニシンでいきたいなと思うんですけど、まずメインが、2.6mm ニシンでいって、やばいね、ルースさんの相棒じゃないですか。 Your friends, you have to say to him like shut up Your friends。 そう、もう一回ちょっと言います。Your friends ね。一応ブレーカーとかも置くんで大丈夫だと思うんですけど、とりあえずキッチンはよくなんですか、電力使うものを置くんで 2.6mm ってちょっと太めを使おうかなと思っております。正直ケーブルめっちゃ高いです。 2.6mm ニシン 10m で5000円ですよ。ごじゃ高いぞ。
今なんか銅の値段が上がってて高いらしいですよ、ルスさん。 But this is one thing I'm not willing to get like a cheap version of. ああ、いや、 We need to buy like best quality cable because we don't want a fire. はい、もちろんです。 Yeah, this is our life at risk here. よし、そう、キッチンエリアのな。OK、これ結構簡単ですよ、ルスさん。やりますか。こんな感じでまくばっていくだけです。In case, maybe until here? ルーさん、AC と DC 線どっちの方が簡単ですか？ Oh, VVA AC. ほんまに？もっと簡単？もっと硬いね、そっちの方が。もっと硬いだからもっと簡単。はい。100ボルト。でも、もうすぐ終わり。多分今日終われる。今日配信終わりそうやね。よかった。Yeah, I came to Japan on a nice working holiday visa and I turned into an electrician, I don't know what else, like woodworker, builder. A good experience, no? Yeah, good experience, of course. Learning nice a lot. experience. Yeah. Learned so much from this campervan. Owarimashita. ものすごいワイヤーの数ですよ。配線まみれ。配線パラダイスです。今終わりました。皆さんにレイアウトをちょっと紹介したいんですけど、まあここがね、ベッドになります。はい。ここベッドになるんで、今こんな感じで配線が出てるんですけど、ベッドの下に隠れるっていうことで大丈夫です。はい。でから、まあ大まかなんですけど、この辺にキッチンが来る予定です。ということでキッチンのライトも来ますし、みたいな感じですかね。でこの辺キッチン用品使う感じのものが来ます。で、ここがソファー兼テーブルが来て、ここで仕事したり飯食ったりできるようにしたいなと思います。この辺でね。はい。まあ、ということでこの辺も、コンセントとかもあります。それとか USB とかも。はい。この辺りがトイレとシャワールームになる感じですかね。今の、予想は。はい。これがもうなんてやっぱシャワーを端に置いとかないと、こういうボックス系が真ん中に入るとすごい狭く感じる。はじめシャワーはそこにしようかなと思ってたんですけど、そこにしたらすごいなんか僕ら実際に段ボールで作ったりしたんですけど、そう今からなんですけど、ルーさんのビッグフェイスで伸びてください。こんな感じでちょっと今レイアウトを組んでるところです。でまあこんなぐらいの大きいシャワーを作りたいんですけど、このシャワーをどこに置くか、このレイアウトがめっちゃ難しいですよ。難しい。めっちゃ難しい。一番難しいものと思います。でこのシャワーがこの大きいのがどこに行くかによってその全然見え方も違うし、もしかしたらシャワー一番後ろ、バックサイドシャワー、どうもちょっとそこにシャワーでキッチンもバックでもいいんじゃん。バックキッチンバックキッチンビュー見ながら。多分ベッドスペースありません。多分ルフテンの中するなと思う。いやーこれが難しいね、レイアウト。これでもうちょっと悩み続けて1週間ぐらいです。いつもこのアイディア、It's like puzzle。パズルやね。真ん中になんていうボックス系のものが入るとすごい小さく感じるってことで、できるだけ、シャワーを端に寄せたかったです。で、ここの段をうまいこと使うためにトイレを作るってここね。そんな感じです。まあそんな感じが大まかな、デザインでございます。皆さん出来上がり楽しみにしとってくださいね、ルーさん。はい、もうできてきますよ。もう半分超えました。配線終わったら、だいぶ見えてきました。内装いろんなところをしていけるんで楽しみです。